昨年のクリスマス、コロナ禍のアメリカで。はい。まるでおとぎ話のような出来事は起こった。何？嘘でしょ。サンタクロースから私に素晴らしいクリスマスプレゼントが届いたのです。おかげで私は人生を取り戻すことができました。他の家でも。なんだろう。信じられない。思いもよらないクリスマスプレゼントによって私の人生が変わりました。このおとぎ話のようなストーリーの裏にはある男の決断があった。アメリカ・サウスカロライナ州で暮らすエリオットは2人の娘を持つ父親。子供たちの母親と別れたため娘たちと一緒に暮らしてはいなかったが、休日に会い共に過ごす時間が何よりも楽しみだった。昨年2月、それまで飲食関係の仕事に携わっていたエリオットは念願だった自分のレストランをオープンすることに。自らの夢を叶え、幸せの実現に向け舵を切った、そんな矢先のことだった。最愛の父が他界したのだ。車の整備士だった父は朝から晩まで仕事をする働き者で、とても優しい性格の持ち主だった。エリオットたちの家は特別裕福ではなかった。だが修理代のことなんですが、子供がまだ小さく今月厳しくて。大丈夫です。余裕がある時に払ってもらえればいいですから。お客が困っていれば支払いを伸ばすのは当たり前。さあ、これで温かいものでも食べてください。いつも他人を気にかけ人助けばかり。自分の時間など全く取れず、生活はいつまでたっても余裕がないまま。そんな父のお人よしの性格もあり、母は家を出て行ってしまった。それでも父は人に親切にすることをやめようとしなかった。ねえパパ、なんでそこまでみんなに親切にするの？これはパパ自身のためでもあるんだ。どういうこと？お前も大人になったらわかるさ。エリオットは高校卒業後しばらくの間、父と一緒に整備工として働いていた。この頃になっても父の他人に対する態度は変わらず、なぜそこまで人に優しく接するのか理由は分からなかった。だが彼はそんな父を誇らしく思っていた。しかし昨年2月、父の死によって大きな喪失感に襲われたエリオット。しかもちょうどその頃、コロナウイルスのパンデミックが発生。オープンしたばかりの店も店内での営業ができなくなってしまった。度重なる不幸にエリオットは途方に暮れた。だが嘆き悲しんでいる暇などなかった。自分自身の生活費だけでなく、2人の娘の養育費を稼がなくてはならなかったからだ。そこでデリバリーなどコロナ禍でも行える営業スタイルに変更。仕事に費やした時間は1日17時間以上。必死に働いた。する
軌道に乗ってよかったね、お兄ちゃん。ああ、そうだな。美味しい。パパの料理最高。天国のお父さんも喜んでるよ、きっと。必死に働き続けた結果、なんとか生活を安定させることができた。だが、父を亡くし、心にぽっかり開いた穴は一向に埋まらなかった。そんなある日、SNS をチェックしていた時のこと。知り合いの投稿に、ある一人の女性についての記述があった。その女性は幼い子供を持つシングルマザー。子供が障害を抱えており、家から何キロも離れた病院まで歩いて通っていた。雨の日も雪の日も。それを読んだ時、エリオットの脳裏にある光景がよみがえった。およそ9ヶ月前、貧しい人に食事を配布するボランティア活動に参加していた時のこと。用意した料理を全て配り終えた頃、食事をいただきたいのですが。ああ、すみません。もうすべて終わってしまって。ああ、そうですか。歩いてきたから間に合わなくて。ありがとうございます。もう終わってたって？そんな、間に合う。仕方ないか。うちもお腹空いたよ、ママ。どうしよっか。そこには食事を受け取ることができなかったより貧しい人々が列を作っていた。彼らは家から何キロもの距離を歩く必要があったため、配布の時間に間に合わなかったのだ。アメリカの田舎町は広大な面積の割に交通機関が発達していない。不便な土地に住み、移動手段も持てない人たちはどうやっても貧しさから抜け出せない状況だった。エリオットが目にしたのは先進国アメリカの過酷な一面だった。こんなことに自分たちは何とか生活を送ることができている。かたや目の前には満足に食事すら取れない人々がいる。彼らの貧しい生活を改善するにはどうすればいいのか。こんな時、あなたならどうしますか？ちょっとこう最初の VTR で驚いてる人たちがクリスマスっていうキーワードがあって、そうですね。車も整備できんだよね。そうですね。キッチンカー的なものでこう無料で料理と。やっぱりその交通の便が悪いとかっていうのがあるので、ちょっと僕設楽さんと似てるんですけど、日本でもやっぱり今宅配サービスがすごい流行ってるじゃないですか。アメリカの人たちはまあやっぱお金もなかったりとかっていうのも言ってたんで、雇っちゃう。仕事を与えながら、まあでもその家族にもご飯をあげれるし、まあ自転車とかもあるから交通の便も良くなるし。なるほど、そっか。今日学校でどんなことがあった？何か俺にできることはないのか。そうだ、お兄ちゃんどうしたの？いいことを思いついたんだ。エリオットは SNS にある投稿をした。人気メニューのリブステーキ皿を提供します。その代わりに乗らなくなった古い車を寄付してくださいと投稿したんです。すると数週間後、車
車を寄付してくれるという人が現れた。だがそれは壊れて1年以上放置されていた車。一体どうしようというのか。よし、キッチンカー作っちゃうの。やるか。エリオットは自らの手で修理を始めた。直せない部品は自腹で購入。仕事の合間や貴重な休日を使って彼は作業を続けた。そしてどちら様ですか？幼い我が子のため何キロも離れた病院へ歩いて通っていた女性に、あなたにこちらを差し上げます。車あげんの？この車を私に？捨てられる予定だった車を修理しただけなので気にせず乗ってください。保険料ももう払ってありますから。ありがとうございます。これで病院にも楽に行けるようになるし、仕事を探しにも行けます。気にしないでください。本当にありがとうございます。だがエリオットはこれだけで満足はしなかった。レストランで懸命に働き稼いだお金で必要な部品を購入。不要になった車の中から維持費がさほどかからない車種のみを引き取り、空いた時間を見つけては自ら修理。市役所や教会で車がなく困っている人を教えてもらい、直した車を届け続けた。周りの人はなぜエリオットが人のためにそこまで自分を犠牲にするのかわからなかったという。お兄ちゃん、もういい加減にしたら？何が？せっかく一生懸命働いて利益も出てるのに全部ボロ車を直すのに使っちゃってバカみたい。何の得にもならないのになんでそこまでするの？俺自身のためだよ。え？父さんの言ってたこと分かった気がするんだ。父さん、自分より他人を優先してばかりいたよな。それでいつも自分が損ばっかりして。なんでそこまでみんなに親切にするの？これはパパ自身のためでもあるんだ。どういうこと？お前も大人になったらわかるさ。俺もちょっとは大人になったのかな。人に親切にしてみて分かったんだ。車をプレゼントした時みんなすごく喜んでくれるんだ。その顔を見た時、ああ、やってよかったなって、心の底から幸せだなって感じるんだ。きっと父さんも同じだったんじゃないかな。自分ができることを精一杯頑張るだけで誰かが喜んでくれる、役に立てる。それはきっととっても幸せなことなんだ。パパ、困ってる人を助けていたから最近会える時間が少なかったんだね。パパヒーローなんだ。でもあんまり
無理しないでね。ありがとう。きっとお前たちも大人になったらもっとパパの気持ちがわかるようになるさ。娘たちの応援を受け、一層車の寄付に力を注ぐようになりました。それと誰かのために車の修理をしている時、父がすぐそばにいるような気がするんです。この活動によって私自身本当に救われたんです。そして昨年のクリスマス、日常の足がなく困っていた人たちに嘘でしょ。車を届けた。私はその頃持っていた車が故障し、買い物や教会に行けなくなったばかりか、離れて暮らす孫にも会えなくなっていました。でもエリオットさんからのプレゼントで私は人生を取り戻すことができたのです。今後困っている人を見かけたら、今度は私が助けようと思っています。すごい。困窮する人々に車のプレゼントを続けているエリオット。その数は現在までに40台以上にも及んでいる。私は何も特別なことをしているわけではありません。自分がやったことで目の前の人が笑顔になってくれたら嬉しくてまたやりたくなるでしょ。ただそれだけのことです。もう亡くなったお父さんの生き方がもうエリオットさんに人生にもそのまま影響しましたね。同じこと言ってましたもんね。自分のためにやってるんだって。もう料理ができる方だったんで、まだ料理を配るとかならわかるんですけど、車をあげちゃうのはちょっとすげえなって。すごいよね。ちょっと僕もああいう人になろうと思いましたね。いやでも娘さんたちももっと構ってよじゃないんだっていう、それがやっぱりすごいですよね。普通だったら構ってほしくなっちゃって。確かに。いやだから自分のできることを全て使って、本当に自分のこの中にあるもので人が喜んでくれる。そうだね。なんか自分もじゃあ何ができるかなっていうのをすごい改めて考えるし、笑顔になるっていうただそれだけの大切な思いってなんか忘れがちだけど忘れちゃいけないなって。ここからはガーラマンションシリーズの FG ネクストがお送りします。昨年のクリスマス、コロナの後遺症に悩まされていたジェシカさん。車が故障したこともあり、思うように仕事ができず生活に困っていた。はい。そんな彼女のもとにも信じられない。エリオットサンタは現れた。こんなことが起きるなんて夢にも思っていませんでした。エリオットさんのおかげで人生が変わる素晴らしいクリスマスになりました。クリスマスの後もレストランでの仕事の傍ら、車のプレゼントを続けていたエリオット。だがその一方で困った事態に直面したという。活動が認知されるにつれ寄付される中古車が増加。車を修理するための部品を調達することが難しくなってきたのだ。そこでエリオットは今年3月クラウドファンディングで資金提供を呼びかけた。するとあっという間に1500万円以上の寄付金が集まった。現在エリオットは妹や友人と共に非営利団体を立ち上げ、賛同するボランティアに協力してもらい中古車をプレゼントする活動を続けている。そしてそれらの活動が評価され、彼には社会貢献をした人物に与えられる賞ジェファーソンアワードが贈られた。彼が父からその思いを受け継いだように、エリオットの活動は確実に
多くの人たちの心に届き、賛同者も増やしている。今はサウスカロライナ州の小さな地域で活動していますが、今後半年で州全体へと範囲を広げ、最終的には国全体、世界中へとこの活動を広げられたらいいなと考えています。世の中には信頼できる相談相手がいなくて苦しんでいる人がたくさんいます。助けたいという思いさえあれば、彼らの話を真剣に聞いてあげるということは誰にでもできることです。人は皆誰かの役に立てるスキルを持っているのです。人々が誰かを笑顔にする喜びに気づくことができたら、もっと住みやすく優しい世界になるのではないかと私は思っています。気持ちはあんだよね、みんな。賛同する。だからクラウドファンディングでちょっと僕はこういう形だけどちょっと参加しますよとか、仲間になって一緒に活動したいですっていう人が集まるってのはそういうことだろうね。そのきっかけがね、本当に大事なんですね。まあだからなかなかそれをやるぞって本当に実現する人ってのは大変だよね。あとは時間とかですね。足りないのは、お金はまあ今寄付して足りてるから、時間直す時間、そうね、体力と時間がねちょっと追いつけばいいですけど、車でもタダでもらってる人がずっと増え続けてるってことだよね。すごいね。そういう人はまあでも生活が豊かになっていけばいいっていうことだもんね。そうですね。お仕事探しに行けるとかおっしゃってる方もいましたからね。すごいな。どうする？急に車がくれるってきたら。自分考えた今想像してみたけど、でもさ、日村さんなんかこの車種かとか思うでしょ。この V 見てそれ思ってたらこれ本当に